不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。今回のお話は数年前一度配信し、事情があり取り下げたお話ですが、関係者の許可が出たため再度もっと詳しくお話しいたします。それは今から20年前、当時50代の女性、仮に千恵子さんとしておきますが、その方が体験した不可思議なお話です。千恵子さんは東京にお住まいですが、実家は遠い九州で旧家の出身でした。その地方では千恵子さんの一族は広大な地主で、とても裕福な名家だったそうで、千恵子さんも立派なお屋敷で育ったということでした。20代の頃、就職を機に千恵子さんは実家を離れ東京に上京しましたが、時々お里帰りをするたびに必ずご先祖のお墓に手を合わせに行きました。やはり名家ですから、そのご先祖のお墓も東京のお墓とは比べ物にならないくらい破格に広く、大変立派でした。そのお墓は千恵子さんのお兄さんが一族の長男として地元でずっと管理をしていたそうです。それから長い年月が経ち、50代になった千恵子さんは東京で忙しく働いていました。そんなさなか、突然千恵子さんのお母さんが心臓発作で亡くなりました。千恵子さんはとても母親とは仲が良かったため、かなり悲しんだということでした。すぐに千恵子さんは地元に帰り、お通夜と葬儀も終え、そしてお母さんは早速その広く立派なご先祖の墓地に埋葬されました。当時はその地方ではまだまだ土葬が一般的で、お母さんのご遺体も荼毘に付すことなく土に埋葬されたということです。そしてお母さんの命日も何回か過ぎた、そんなある日のことでした。独身の千恵子さんは東京で相変わらず仕事に追われた毎日を過ごしていました。その日は夜遅く疲れて帰宅し、すぐにお風呂に入って床についたそうです。目を閉じたら10秒で眠りについていました。どれくらい熟睡していたのか、千恵子さんはふと目が覚めました。まだ半分寝ぼけていたのか、その時なぜかぼんやりと部屋の中に懐かしいお母さんの気配を感じました。でもそれは単にお母さんがそばにいるような気がするという程度で、そのまままた深い眠りに戻っていったそうです。朝になると千恵子さんは昨晩のお母さんの気配のことなどすっかり忘れていました。そして次の夜でした。その日も疲れて千恵子さんはぐっすり寝ていました。するとまた突然、ふわっと目が覚めてしまいました。ところがその起きた瞬間、すぐに自分の背後に誰かが立っているのが分かったそうです。そしてその誰かは仰向けで寝ている千恵子さんを枕の上から覗き込んでいました。すると、ああ、お母さんと千恵子さんはすぐ気がつきました。それは亡くなった母親が頭の先から千恵子さんを見下ろしていたのです。でも千恵子さんはあまり怖くありませんでした。それどころかお母さんが自分の様子を見に来てくれたことが少し嬉しかったそうです。会いに来てくれたんだと心の中で思うと、千恵子さんはそのまま安心したのか、いつの間にか眠りに戻っていきました。そして目が覚めるとカーテン越しに朝日が差していたそうです。千恵子さんは昨夜の母親のことははっきり覚えていました。でも朝になってみると、あれは夢だったのか現実だったのかわからなくなっていました。結局とてもリアルだったけど、いつもお母さんのことを考えているから夢に出てきたんだなとその時は思いました。
ただそういえば少し気になったのは、あのお母さんの表情が何かを訴えているように感じたことでした。それでもまた仕事に出かけ、疲れて帰宅した頃には夢のことも思い出さなくなっていました。そしてその3日目の夜でした。千恵子さんはまた再び真夜中に今度は明らかな何かの強い気配を感じて目が覚めたそうです。すると千恵子さんの布団の足先にお母さんが立っていました。立っていたというのは正確ではなく、お母さんの体は上半身しか見えませんでした。下半身のないお母さんはまた何かを強く訴えようとしているようで、じっと千恵子さんを見つめていました。千恵子さんはその母親の異様な様子に少し怖くなり、思わず「お母さんどうしたの?」と聞きました。でもお母さんは一言も話さず、ただただじっと見ているだけでした。千恵子さんは不安になり、何があったのと再度聞いたそうです。すると無表情のままでしたが、じわじわとお母さんの両目が赤く染まっていきました。それを見て千代子さんは全身に戦慄が走りました。そしてお母さんの方をずっと真っ赤な涙が伝っていったのです。それは血の涙でした。ポロポロとずっと血の涙が流れ続けていました。千恵子さんはついに恐怖を感じましたが、その後意識が遠のいたのか、眠ってしまったのか、気がつくと朝になっていました。さて朝になると、さすがに昨晩のことは夢には思えませんでした。間違いなく現実に母親の霊が現れていたと千恵子さんは確信しました。でもたとえ夢だったとしても、この3日間毎晩母親が自分の前に現れて何かを訴えてきたとなると、これは見過ごすことはできないと考えました。千恵子さんは九州の実家で、おそらく母のお墓で何かがあったのではと思いました。そこですぐ実家のお兄さんに電話をしたそうです。お兄さんが出ると千恵子さんはすぐ「お母さんのお墓今どうなってんの?」と聞きました。するとお兄さんは一瞬言葉が詰まり、一呼吸置いて「ああそれがね」から始まってしどろもどろになり、答えになっていないことばかり返してきました。明らかに何かを隠してごまかしていたのです。そこで千恵子さんはお母さんの霊が3日続けて自分の枕元に現れ、血の涙を流して何かを訴えてきたことを伝えました。さすがにそれを聞いて電話口でもお兄さんの血の気が引いていく様子が千恵子さんにも分かりました。そしてお兄さんは慌てて全てを白状したそうです。実はお兄さんは個人的に結構な額の借金を抱えていました。返済に苦労していたところに、ご先祖の広いお墓の土地が第三者に売却できることを知りました。そこでお母さんが埋葬されているお墓の土地を真っ二つに分割し、全くの赤の他人にその半分を売却し、その代金で借金を返済したということでした。そして後で分かったことですが、その2つに分割された部分にはちょうどお母さんのご遺体がまたがって埋葬されていたそうで、お母さんの下半身が埋まっている部分が赤の他人の土地になってしまったということでした。それを聞いて千代子さんは直ちに九州の実家に戻り、急いでそのお墓の半分の土地を購入した人と交渉をしてその方から土地を買い戻したということでした。千恵子さんがその方にお母さんの幽霊が現れた話をしたところ、すんなり手放してくれたそうです。千恵子さんは今から思えば、だからお母さんの下半身がなく上半身だけで現れていたんだなと思いました。
そして血の涙を流してこのことを千恵子さんに伝えようとしていたのだと分かりました。その後はお母さんが千恵子さんの枕元に現れることも夢枕に立つこともなくなったそうです。この体験者の千恵子さんはすでに数年前に他界され生涯独身だったので、お骨はそのお母さんの埋葬されているご先祖のお墓に眠っているということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。